油そうめんを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、油そうめんを作っていきたいと思います。汁なしのね、そうめんレシピなんですが、とてもやみつきになる油そうめんレシピをご紹介していきます。さらにですね、今回はね、卵黄をトッピングするんですが、余った卵白を使った簡単スープレシピもご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。まずはじめに油そうめんの材料をご紹介します。材料はこちらです。そうめん、お醤油、オイスターソース、ごま油、お砂糖、おろしにんにく、鰹節、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、味付けなんですが、今回は醤油とあとはオイスターソースベースのものにしていきます。そしてあとはパンチをつけるためにニンニクを入れていきます。こちら苦手な場合は抜いていただいても OK です。そうめんはね、お好みのものを使用してください。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵黄、小ネギ、メンマ、焼き海苔、白ごま、黒胡椒、こちらの材料を使ってトッピングしていきます。このトッピングに関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。プラスね、チャーシューなども入れていただくとよりボリューム感があって美味しい仕上がりになります。ただね、トッピングを用意するのが面倒な時は卵黄、小ネギ、白ごま、黒胡椒、こちらの4つだけでもいいかなと思います。こちらはお好みでやってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにね、トッピングの小ネギから切っていきたいと思います。まず根元を切り落として、そして半分に切ります。そしてまた半分に切って、あとは切り口を揃えて小口切りにしてください。はい、小ネギはこのように準備しておいてください。それでは続いてね、卵を卵黄と卵白に分けます。こちらに卵白ですね。卵白は余るので、後ほどね、簡単なスープレシピもね、ご紹介していきます。そして卵黄はこちらです。この2つはですね、使うまでラップをして冷蔵庫でしまっておいてください。そしたらですね、続いてタレを作っていきます。まずこちら最初に鰹節ですね。こちらを電子レンジ 600W で1分加熱します。そうすることでこの鰹節がね、すごく香ばしくなって魚粉のような仕上がりになります。では加熱していきます。はい、1分加熱しました。そしたらこのように指でね、細かく鰹節を潰してください。すりつぶすイメージですね。ちょっとね、粉状になるぐらいですね、しっかりとこのようにすりつぶしてください。ちょっとね、器とかが熱くなっているので、やけどしないようにだけ注意しましょう。はい、このぐらいで OK です。このぐらい細かくなるまでしっかりね、すりつぶしてください。鰹節の準備はこれで OK です。それでは続いてタレですね。今回タレも少しね、加熱していきます。タレに入れるオイスターソースなんですが、こちらは加熱することで旨味がアップします。お醤油に関しましても少し加熱して焦がし醤油風に仕上げていきます。まずこちら耐熱容器にお醤油と、あとはオイスターソース、そしてお砂糖、あとはニンニクですね。こちらを入れてよく混ぜましょう。はい、 OK です。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。そしたらよく混ぜてください。レンジの中でこのタレがね、くつくつ沸騰してれば OK です。もしね、30秒経ってもまだ沸騰しない時は40秒くらいね、加熱してみてください。タレの準備はこれで OK です。こちらはこのまま粗熱を取っておきましょう。それでは続いてそうめんを茹でていきます。まずお鍋にたっぷりのお水を張って、そしてこちらを沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここにそうめんを入れます。よいしょ。そしてあとはね、このように時折混ぜながらね、お好みの硬さになるまで茹でてください。茹でてる最中にお湯が吹きこぼれないようにだけ注意してください。そうめんもね、いろんな茹で方があるんですが、こちらはお好みの茹で方で茹でていただいて大丈夫です。今回はね、袋に記載されている時間通り茹でていきます。
はい、OK です。火を止めます。ではね、やけどしないようにまず湯切りしてください。そして素早くですね、一度流水で麺を洗ってください。そうめんはこのそうめんのね、ぬめりをしっかり取ることが大事です。なのでしっかりね、このようにもみ洗いしてください。そうすることでそうめん同士がね、くっついてしまうのを防ぐことができます。よくこのように洗ってください。こすり合わせるイメージですね。こんな感じでぬめりをしっかり取ります。結構ね、思いっきりやっちゃって OK です。そしたらね、しっかり水を切りましょう。そうめんはこれで OK です。このようにいい感じにね、プリッとした仕上がりになってます。それではね、仕上げていきます。まずお皿の中に水を切ったそうめんを入れます。そしてここに粗熱を取ったタレを回しかけてください。そして続いてここにごま油を回しかけます。そして鰹節です。はい、そうしましたらこちらをよく混ぜましょう。今回ね、タレは別皿で作ったんですが、このお皿の中でね、タレを作っていただいても OK です。ただその場合は必ず耐熱性のね、お皿を使うようにしてください。はい、このようによく混ぜてください。そしたら最後トッピングですね。まず真ん中に卵黄です。続いてここにメンマですね。あとは焼き海苔ですね。続いてここに白ごま。あとは黒胡椒ですね。そして小ネギを散らします。これで油そうめんの完成です。トッピングはね、お好みでやってみてください。それでは続いて余った卵白を使った簡単スープレシピをご紹介していきます。材料はこちらです。卵白、お水、鶏ガラスープの素、お醤油、お酢、ごま油、黒胡椒、こちらの材料を使って作っていきます。材料はね、とてもシンプルなものだけで作っていきます。少しお酢を加えるんですが、お酢を加えることでとてもさっぱりとしたスープに仕上がります。ということで早速作っていきたいと思います。ではスープを作っていきます。まず小鍋にお水を入れます。そして火にかけましょう。火加減強火で OK です。ここにあとは鶏ガラスープの素を加えます。そしてこのまま一度沸騰させてください。軽くね混ぜましょう。あとね、この後卵白を入れていくんですが、こちらはですね、使う前にお箸である程度ねほぐしておいてください。この塊はね、特にこんな感じで箸で切るようにほぐしておきましょう。はい、沸騰しました。沸騰したらここに卵白を回し入れます。スーッとね回し入れてください。加えたらですね、このまま卵白が全部固まるまで待ちましょう。そうすることでね、ふわっとした卵白に仕上がります。このように浮いてきたら軽く混ぜます。そうするとこんな感じでふわっとした卵白になってきます。あとはね、ちょっと浮き出てきたアクを取り除いて、卵白は完成したら火を止めます。あとはここにお醤油と、あとはお酢、そしてごま油と、あとは黒胡椒をかけます。これで一度軽く混ぜましょう。これで簡単な卵白スープの完成です。お醤油とお酢に関しましては火を止めてからね入れるようにしてください。あとはお好みでね、味の濃さは調整してみてください。これで完成です。はい、これで油そうめんの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとても美味しそうな仕上がりになってます。そしてこちらが余った卵白で作った簡単スープです。最後は小ネギを散らしてます。それでは卵黄を崩したいと思います。このようにそうめんと絡めて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では卵黄を崩していただきます。ではいただきます。もうね、濃厚です。すっごく美味しいです。食べ応えも抜群です。それではスープもいただきたいと思います。いただきます。美味しい。そしてこの卵白がね、すっごくふわふわです。はい、と
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の油そうめんのポイントです。まずですね、鰹節なんですが、こちらは電子レンジで軽く加熱して、そして手でねすりつぶして使うようにしてください。そうすることで魚粉のような仕上がりになります。そしてね、油そうめんのタレについてなんですが、こちらはですね、今回オイスターソースと醤油ベースに作ってます。このタレはですね、一度加熱していただくことで、特にオイスターソースの旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。電子レンジだけでね簡単にできますので、ぜひやってみてください。そしてそうめんに関しましては、こちらはお好みの茹で方で茹でてみてください。茹で上がった後は必ずね、冷水でしっかり揉み洗いするようにしてください。そうすることでそうめん同士がくっついてしまうのを防ぐことができます。そして今回はですね、余った卵白を使った簡単スープレシピもご紹介しました。こちらもすごく簡単で美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は油そうめんを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。